広釣りの2025年版遠投カゴ釣りのタックルと仕掛けについてをたくさんご覧いただき本当にありがとうございます。あれからですね、深瀬釣りに没頭しながらカゴ釣りもさらに経験を積んで、タックルや仕掛けに対する考え方が大きく変わりました。そこで今回は2026年版として道具を一新した現在のタックルやタックルバッグの中身を詳しく紹介していきたいと思います。僕はシマノのタックルバッグを使っています。カゴ釣りやる人は使いやすいんじゃないかなと思います。中にはこのようなインナーケースがあって、その底にですね、このようなラバーがついてます。滑りにくい仕様になっていて、あとこのような溝もあってですね、収納した時にこのような感じでスライドすることができます。中に入っているのはメインで使うかぐや浮きです。波が高くても風が強くても海面で浮きがばたつかずに、潮流で流されにくくて定点を保ちやすいという機能を持っています。このようにですね、市販の、電子ケミホタルなどもつけることができます。ちなみに穴の直径は 6mm がちょうどいいようです。浮きの号数は8号、10号、12号、15号を持ってます。こんな感じでゴムより取りの予備を持ってます。ちょっと2つ以上持ってないと心配なんでですね。僕といえばこの天秤、丸富士山の天秤ですね。これに、ゴムより取りをつけてます。このゴムより取りがですね、クッションになって大物に引っ張られた時に、ハリスが切れるのをですね、防いでくれます。これらのアイテムはですね、カゴに薪を入れる時に使います。チタンマニアさんのですね、チタン製の箸を使ってます。これがメインです。予備としてですね、ステンレスの箸も持ってます。あとはですね、オーナーさんの遠投カゴ釣りの仕掛けなんですけど、2号あたりが使いやすいと思います。アジ、サバあたりを狙いたいなという時にはいいかなと思います。僕はですね、基本的に2号を使ってます。そしてですね、これデュエルさんの HD カーボン EX、 対摩耗性とクリア性、対ショック性、あと結節の強さがですね優れていて、使ってるとハリスがぐちゃぐちゃになってくるんですけど、これはですね丈夫で長持ちするんでですね、すごくおすすめです。大きい磯なんかでちょっと大物狙うときは3号だったりを使います。あまり使わないんですけれども、あとは 2.5 号もあります。1.7 号、50センチのマダイ釣ったのはこの 1.7 号のピンクフロロで釣りました。この魚に見えないピンクフロロの機能とこの EX の強さ、この2つをですね兼ね備えた魚に見えないピンクフロロ EX っていうのもですね最近出たんですね。これの2号僕も今注文中で、もうすぐ届きます。これがですね2026年広釣りのメインハリスとしてね使っていくと思います。っていうか今後多分使っていくと思います。あとはなかなか食いしぶって食わないときはこういう 1.75、 あとは 1.55 EX もあります。ただカゴ釣りではなかなか使わない号数です。好評いただいているこの動画で紹介したゴムテグスなんですけど、強いんですがちょっと劣化が早くて長持ちしないという弱点があります。結局ですね、このがっちり受け止めというのがね一番長持ちしておすすめです。続いてですね、ライトカゴ釣りの動画で紹介したスカットミニの5号、ちょっとね塗装が剥げやすいっていう弱点があるんでね、こういったカゴに入れてます。グレーとかですね、重さを嫌うような魚を狙う時に使います。電子ケミホタルです。夜釣りの必須アイテムです。これから暑いんでですねよく使うことになると思います。さっき紹介したかぐや浮きで使用したものと同じタイプです。この浮きも 6mm です。これはヘッドライトです。夜釣りで使います。
ボタンを押すと種類を切り替えることができます。中にはこのタイプ C で充電できる電池もあります。手のひらサイズの LED ランタンです。長押しで点灯して、1回押すと種類を切り替えることができます。プラスやマイナスボタンで明るさの調整をします。で、背面はちょっと磁石がついているみたいでくっつけることができます。すごくこれもおすすめです。棚をですね測ることができるアイテムです。だいぶサインです。いつか使い方の動画出したいなと思ってます。これはヒロ釣りのロゴのステッカーです。堤防で50オーバーを目標にしていたんですけど、初めて釣った時のですねマダイがモデルになってます。視聴者さんにお会いできた時にお渡ししてます。YouTube を通じていろんな方々と交流できていることは本当にですね幸せに思ってます。僕の視聴者さんは本当にいい方ばかりなんで本当に自慢です。そして僕が釣りを続けている理由というかですね続けるモチベーションになっています。ちなみにですがイラストレーターでですねメモリアルマダイの写真を使って僕がデザインして作りました。これは遠投した時の距離を測るアイテムです。もともとはですねゴルフ用です。クールショットプロ2というものを使っています。これはいつも僕がつけているタレックスというブランドの変更レンズでメガネをつけたままその上から使用できます。これはですねダイワのロッドホルダーです。両端にですねこのような形でつけてで竿をですね置くことができます。僕がこのような形で竿を置いているところご覧いただいているかなと思いますがよく使用します。あとこのタックルバッグですねこうやって竿を2本立てることができます。すごい便利です。これは自作です。浮きストッパーを素早く装着できるアイテムです。でこの輪っかの中にハリスを通してこの浮きストッパーをですね引っ張るとですね素早く装着できるような仕様になってます。針はですねメインはオーナーの、オキアミチヌ234号を使ってます。あとスパイクチヌこれもメインですね。あとはかかりすぎチヌなんかも使ってます。グレ針はほとんどがマカツ1等グレとかあとファイングレーこれもよく使います。軽い針です。かかりすぎ口太3から6号これもよく使ってます。あとマダイ針やヒラマサ用の針もあるんですけどまだ使ってないです。あとは絞り玉や浮き水ベルなどもこうやってまとめて入れてます。電子ケミホタルの電池なんかもですね一緒に入れてます。ちょっと動画では盛りだくさんになっちゃうんでねだいぶ省略してるんですけど針はめちゃくちゃこだわってます。いっぱい使い分けてます。これはですねかぐや浮きと同じサニー商事さんのアポロ一発カゴです。これは結構メインで使ってます。まずここを引っ張るとロックがかかってそれから水面に着水の時にロックが1段階外れしゃくるとカゴが開きます。ちょっと分かりにくかったかな。もう一回いきますね。着水してロックが外れて自分のタイミングでこうやってしゃくると餌が出ます。結局ですねしゃくるまでは餌が全く出ないっていう仕様です。だから入っている蒔絵が自分のしゃくるタイミングでその任意の棚で全部解放されるような形です。それまでの間は、餌取りからですね、挿絵を守ってくれます。持っている号数は8号、10号、12号、それから15号ですね。かぐや浮きと同じ号数持ってます。これはアポロ浮きですね。こちらもサニー商事さんのものです。蒔絵はですね、ここを回転させてこの中に入れます。挿絵は別部屋があってですね、
この下側に入れます。で、ここにスリットがあるんで貼り添い傷めないで済みます。上部のこの部屋の部分はこの穴をですね、大きさをちょっと調整することで薪を入れているこの部屋の中からの出具合をですね調整することができます。いつも持っていくのは8と10と12号ぐらいです。続いてイレクター式の浮きも持ってます。餌はこの中に入れて、着水して、棚についたらですねパカッと開いて、ここから蒔絵が出てくるような感じです。蒔絵の出る量はここのゴムの部分をスライドさせて、調整できます。VIP さんのものは12号のカゴを2種類持ってます。あと同じタイプで開光さんのアッパーロケットというのもあります。これはですね1000円以下で買えるんで、すごくコスパが良くて、しかも使いやすいです。これはライトカゴ釣りの動画で紹介したアッパーロケットミニの4号です。さっき紹介したアッパーロケットのちっちゃい版ですね。これもですね結構お気に入りのカゴです。透明っていうのもなかなか珍しくてね、可愛らしいです。これはですね平正用のカゴなんですけど、それの一番ちっちゃい版です。上カゴって言われたりする、カゴですけれども、僕もねあんまり使ったことないんですけど、ちょっとね浮き止めを使わずにスルル状態でですねスルスル状態で使えるので、なんか、多分グレなんかにもいいんじゃないかなとも思いますし、浮いてる平正なんかを狙うのにもいいかなと思ってます。今年はとにかくですね何としてでも青物を取ろうと思ってるんで、ご期待ください。こちらはいただき物なんですけれども、マダイ用の仕掛けです。おきそ用とかで使おうかなと思っていつも忍ばせてます。あと僕は心配性なんでですね、天秤も予備をまださらに持ってます。ライトカゴに特におすすめのマルチマリンの M の450、4m50cm です。リールはストラディックの4000のエクストラハイギアが合うかなと思います。色もねすごくフィットしてていいと思います。いろんな用途で使える竿なので、もしカゴ釣りちょっと合わないなってなってもですね、他の用途でも使えるので、特に入門者の方にはおすすめかなと思います。僕が使っているのは柔らかい M の450というタイプで、同じ長さで MH というのもあります。ちょっと硬めのものがあります。こちらの方が、遠投するんだったらより飛ぶかなと思います。まずはこれで試してもいいかもしれません。カゴ釣りはもちろん釣り全般のことを教えてくださったドンパチさんにいただいた大事な竿です。ドンパチさんはですね、深瀬釣りの部でシマノのジャパンカップのファイナリストになられた方で、凄腕の釣り師です。ドンパチさんがいなかったらですね、僕はこんなに視聴者さんに恵まれてもなかったし、魚も全然釣れなかったと思います。この出会いがあったからこそ今の僕があると思ってます。そのきっかけになった YouTube であるドンパチ&サビネ、こちらもぜひご覧ください。これはブルズアイの 2.55 の520、これをですね張りがあってちょっと硬めの竿です。だから遠投にちょっと向いてるのかなと思ってます。ただ硬めの竿にはですねこういうことが起こることがあります。うわっしょー、来た死ぬっぽいですね。死ぬかな
ちです。あら、でもなんか抜けたかな。抜けてしまった。うわ釣れたのにな。このようなことがないように柔らかい竿を使っていたんですけど、でもこのような固めの竿でもですね、やっぱり遠投ができるっていう、メリットがあるんですね。だからドラグ機能の良いリールを使えば、ハリスを守ることができるので、こういう竿もですねすごくいい竿だなって今思ってます。今年からですね仲間入りした、超ライボー3という、竿です。ガマカツの中ではグレードが一番低く、ブルーズアイ、先ほど紹介したブルーズアイよりもですね安い竿です。これはですね3号相当のもので、今の触っているこのシールの部分とかもガマカツマークなんですけどシールになってます。ブルーズアイほど飛距離は出ないかもしれないんですけど、バランスが良くて柔らかい竿なので、使いやすいと思います。何が来た来たな。オーバーですね。42。いや、結構ですね。最後の竿です。カゴアルティメイトスペークの3553。3.5 号の 5m30 です。これはですねガマカツの、カゴ釣りのハイエンドの竿になります。これはですね値段も張るし、性能もですねもう全部最高のものなんですけど、よっぽどカゴ釣りをずっとやっていくっていう人じゃないともう無理して買う必要はないです。もちろんここシールじゃないです。ちゃんとしたものになっています。僕のチャンネル規模ではもう簡単に買えるようなものではないので、家から借金をして毎月の収益からねちょっとずつ返しているような感じです。YouTube 頑張って返していきたいと思います。僕が 3.5 号を使う理由なんですけど、これ個人的な考えですが、細ハリスでグレーも狙えるし、大マダイやヒラマサとも戦える、要は何でも釣れる号数だと思うからです。ブリやヒラマサを狙うっていう宣言をしてますけれど、基本はですね普通の堤防から大物を狙うっていうのがスタイルなので、やっぱりグレモなどちょっと繊細な魚もですね釣れないとちょっと厳しいものがあるんですね。なのでこの一本の竿でいろんな魚が狙えるっていうのをちょっと目指してます。いいサイズ。32センチですね。嬉しいね。いいサイズ。前回の動画でですね遠投で90メートル以上が連発できたので、スピニングなのになんでこんなに飛ぶんだろうということで視聴者さんが結構疑問に思われている方多かったんで、広釣り流のやり方なんですけど何かお伝えできたらと思います。これは僕の予備リールブルーズアイの5080です。ここの今触っている部分スプールエッジっていうんですけども、ここにですね糸が放出されている時にその糸っていうかラインがですねこのエッジに当たって、減速していきます。遠投用のリールは高さといいますかここの、幅ですね、幅今指さしているところこの幅がある代わりに、ラインを巻く部分が浅くなってます。こうラインを巻いてる部分が浅いとエッジに当たるダメージが少なくなるんで、その結果飛びやすいということになります。一方これは僕のメインリールのツインパワー SW の 5000XG エクストラハイギアです。このリールはですね遠投用リールと比較してラインを巻く部分の縦の幅が狭くて、あとラインを巻く部分が深くなってます。
でラインが出れば出るほどですね、スプールエッジにラインが当たる衝撃が強くなって減速がもっと強くなって飛ばなくなります。基本こういうリールはですねあんまり飛ばないです。あとラインなんですけど、太ければ太いほど衝撃が強いので飛ばないです。細いラインほど、飛びます。衝撃が弱いので。なんで P ラインが飛ぶっていうのはそういう理屈です。でもドラグ機能の良いかっこいいリールを使いたいと考えたヒロ釣りは果たしてどうやったのか。このようにですね、下巻きを利用して P ラインをですねエッジギリギリのところまで巻きました。パンパンな状態にしてます。でさらにその上にですね6号ラインを FG ノットで結んで、エッジからはみ出た感じでですね巻くことで、エッジに当たるダメージを極力なくしています。なぜ6号のナイロンを使うのかというとですね、平正とバトルした時に潜られたらP ラインだったら切れてしまうんで、ナイロンの方が丈夫だからっていう理由です。あと P ラインとナイロンについては FG ノットで結んでます。結び方もまた今度動画にしたいと思います。あと肝心なのは投げ方なんですけど、キリがないので、またいつか動画にします。今のを変えるだけでもだいぶ距離はですね伸びると思います。飛距離についてですが必須ではないです。僕もカゴ釣り長くやってますが、釣れた魚のですね7から8割は手前の方で釣れてます。これはちなみにこの前釣った、47センチの黒鯛、これも50メートル手前ぐらいです。これもですね今年釣ったやつですね、42センチのマダイなんですけど、これも4、50メートルでした。カゴ釣りはですねあまり経験のない方でも必ず刺しと巻きが同調する釣りです。なので誰にでも大物を釣るチャンスがある、楽しい釣りなので、これからも一緒に楽しんでいければなと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。